やりたいです、見たくは。それの、ナルトとか、ドラゴンボールとか、面接に来たものの、はい、別に喋られへんし、そう伝えられへんからもうとにかく今ちょっと来いとそうこれできるかみたいな、グリルフォーエバーって言って。Please come visit Japan, because you will be surprised. これのために来た。なんかの間違いじゃないですか。ないわ。これをなんでなんで手冷たくなかったですか？まあちょっとだけ。私の実家はもっと寒い。あ、そうですか。今はなんかマイナス15度ぐらい。
ないけど、いや、一切ダメ。
します2月3日、節分があります。大体全部の準備もできています。それは何時から2時からまあそれが大体1時間それ終わったらもう上がってもらって次の日の朝6時とかに丸口市場にもう置いといてくれるから前みたいに鍵は予備でめっちゃ仕事じゃどないしたんなんでやねん。あれもこれはも全部やっとうやんい。普段そんなせえへんのにちょっと待って。どういうことや。いつもより頑張ってる感じですね、はいいつもより無口ですねいつもより口で。多分それや。はい、お待たせしました。ありがとうございます。それ以上ですか？はい、以上。ありがとうございます。お金もらっとく。はい、わかりました。すみません、1万円お借りします。釣りは4400円ですね。はい。お願いします。はい。失礼します。はい。ありがとうございます。ほとんどの仕事は覚えたって感じですか？うん、全部できますよ。まあ、電話対応は苦手です。ちょっと聞きにくいですので。でもそれ以外は全部いけますよ。焼き方とかはい。もう全部これを学んだんですか？大輔さんがどこにいたけど教えてくれました。私は上手に焼けますけど、まるまるです。はい、焼き方はなんかなんだっけ、一生焼きフォーエバーやそう、焼きフォーエバーって。焼きフォーエバーね。はい。覚えとけよ無理やで。英語やから。何3年さばきさんね。さし2年。8年じゃん8。で焼きフォーエバー。初めて聞きましたそう一番最初にこう焼くのを教えるときに、はいはいあんまり日本語喋れんかって、でこうまあうなぎ屋にはさばき3年串打ち8年焼き一生っていう言葉があると、でそれぐらい焼きが難しいんやって伝えたいんですけど、全然分かれへんから、これ英語でなんて言うんやろうと思ってカット3イヤーや、でニードルプッシュ8イヤーや、グリルフォーエバーってほんでおフォーエバーって大変な。あれ意味分かったそれでいや、俺それでわかる。英語はちょっとちゃうかもしれないけどでも意味わかった。グリルフォーエバー分かったそうそれこそ日本語で言われて英語で考えて処理するっていうので、やっぱ途中こううわーってやり取りが忙しい時とかこうあれしてこれしてみたいな指示が出た時にやっぱ途中でパニックになっちゃって、はいもう動かれへんなったと思うな、もうあーよく泣いとったもんな最初の頃。はい。そうなんですか？はい。私はなんか日本語はそんなに勉強しなかった。2年間しか勉強してなかった。だからなんか言葉は分かったけど意味はちょっと通訳できなかった。だからパニックやってしまいました。誰もちゃんと教えてくれへんし、そう学校で習った言葉とは違う関西弁やったそう、な。関西弁よく使った。私は関西弁全く知らなかったよ。でもすぐ覚えた言葉はなんかアホ。みんな使いますからね。もうほとんどがみんな関西では悪い意味はない。悪い意味でも言えない。そこはちゃんと受け止めてとんや。全然悪くないけど、ないですよねおもろいだけで。
もう出しとく。私はなんか子供頃になんかテレビよく見ました。夜にアニメが出てきた。ナルトとかドラゴンボールとかワンピース。はい。それで日本語勉強を始めました。それで学校に行きながらなんか自分でなんか日本語を勉強したけど全く覚えてない。なんかできなかった。なんか使うことはないから。大学時代に日本に行きたいことを決めた。それでなんかお父さんのために頑張って働いてお金貯まって日本に来ました。最初から働くつもりで来たんですか？一回は旅行とかじゃなくて。でもない。最初から働くつもりで来た。はい。初めての海外旅行ではない。私はなんかメキシコとかなんか近いところに行ってたけど、ほんまになんか遠いところに行くのは初めて。きっかけはどんな感じだったんですか？ここに来たきっかけ。知り合いのうどん屋さんから売られてきました。売られてきた。それこそ日本語学校行った時にアルバイトを探してたみたいで、こうアルバイトのなんかネットとそのうどん屋さんのアルバイトにいたらしい。募集に応募していったら、そこのお店自体も人も足りてて、なんかこう日本語が話せないアメリカ人来たし、ちょっとしんどいかなと。接客はってなって、でもたまたまそこのうどん屋さんとお知り合いやったんですけど、うちその当時なかなか求人かけても人が来ないっていうのを相談してたら、その人が電話かかってきて、今アメリカ人が面接に来たんやけど、うちではちょっといらんねんと。で全然日本語喋られへんから大ちゃんとこいるって言われていやいるって言われても日本語喋れないんでしょって言ったら、日本語は全然あかんかった、でもなんとなくやつそうやねんって言われてあ、そうなんすかみたいな。とりあえず一回会ってみるだけ会ってみますって言って連絡先教えてもらって電話したのが一番最初ですね。そうですか。はい、面接に来たものの、別に喋られへんし、とにかく今ちょっと来いと。で俺らの仕事はこれやで、そう見てでこれできるかみたいな、でその時焼き上げたうなぎ食べさせて、これ作んねんっていうねおおグードって言われたそっからそうですか。片言の英語と日本語でね一生懸命やっとった。一生懸命。なんかこちらでなんか英語を喋る人あんまりなかったやから、なんか大輔さん頑張って英語で教えてくれた。なかなかさばく技術もいいですよ。1時間に100匹から120ぐらい、100匹ぐらいはもうさばけるんで、なかなかすごいです。たまに僕より上手ですね。さばくのはまだ負けないですけど、焼いたを見とったら上手に焼くなみたいな。私はなんかお弁当を作ること大好き。なんかお弁当をきれく作れるし、なんかお客様がなんか美味しいお弁当見たらあ、いいなって感じるで喜ぶ。私が一番嬉しい。よかったですね、ダニエルさん来てくれて。よかったですね。結果的に最初の印象のやつそうやなっていうのだけは間違いはなかったですただただやつやなっていう。
はい。なあちゃんも手伝ってくれる？いや、いいです、見とくわ。うなぎのダニエルです。よろしくお願いします。今日は、うなぎ屋さんのお仕事体験うなずにゃに参加いただきありがとうございます。社長の西村大輔です。そして私はダリガニのダニエルです。うなぎ職人になられへんと。食べないで、しっかり。頑張れ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 めっちゃ重くないけど。頑張れ頑張れ頑張れ。おー全然使わない。頑張れ頑張れそう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 。お、上手やん上手。そうそうそう。横に横に横に。そう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 。繰り返します。やばい、ちょっと。いただきます。いただきます。ええ顔するな。ええ顔するな。熱いやな。美味しいな。美味しそうやろ。あとほんまに美味しいねんけど。ほんまにふかふかしてて、出来たてのうなぎがここまで美味しいとは思ってなかった。お、よかったよかった。想像の50倍を超ほんまによかった。めっちゃいい。お父さんいつでもこうでくれるからね。お父さん何が欲しいってうなぎって言うとくねんで。こっち。弁当かこれのために来たんですか？なんかの間違いじゃないですか。ないわ。これを。なんでなんでやねんでさ。
神戸の新長田という地域がすごい下町の地域なんで、地域で愛される人になってほしいなって思います。彼が地域の子供たちとか地域の人にとってうなぎ屋の顔として受け入れられてるっていう状態がすごくいいなと思ってるので、本当に地域でなんかいろいろこう活躍してほしいなと思います。 To my family, I'm having a lot of fun. I met a lot of good people. I hope anybody that sees this, including my family and people that I don't know, please come visit Japan because you will be surprised. 日本語のなんか好きな言葉とかあるんですか？表現とか。なんでやねんそれ一番好きや。やっぱそう。なんかもうちょっとなんかもうちょっとおしゃれなの。そう。もうちょっとあるやん。そう。日本語のなんか好きな言仲間葉とかさ、なんかさこうせめてこううなぎとかさ、それなんでお前なんでやねん。ほんま。もうちょっとなんかあるやろ。